どもども吉田です。ソニーが Xperia 1 Mark IV というスマートフォンをゲームに特化させたモデル Xperia 1 Mark IV ゲーミングエディションを発表しましたね。そんな中私は Xperia Play というコントローラーが付いたスマートフォンを入手して遊んでました。ボタン十字キータッチパッドが本体に付いたスマートフォンということで、最高ですよね。絶対に、Xperia 1IV ゲーミングエディションよりも絶対に優れています。絶対に。ではこんな感じで見ていきます。Xperia Play SO1D は、2011年の Android スマホなので、スペックもかなり低いです。バージョンは2。3.4、名称がジンジャーブリードの時ですね。そしてラムがなんと、512MB、1GB 切っているという、ストレージ容量も 1GB で少なめ、バッテリーも 1500mAh と少なめ。なるほどね。まあいくら古いスマホとはいえ、Android なのでアプリ入れれば古いなりに遊べるでしょ。この頃の Android はルート取得してメモリ拡張したりしてたし、まあなんとでも遊べる。と、思ったのが間違いでした。古いスマホ、舐めたらあかん。古いスマホとの付き合い方はなかなか難しい。というかこの初期の未成熟な時代のスマホは、まあ、実際に本体を見ていきましょう。非常に懐かしいですね。この頃のアンドロイドって感じです。丸っこくて、小さい。2011年は iPhone で言うと iPhone4S。今のスマホと比べると圧倒的小ささ。片手で全画面触れる感じが懐かしいです。PSP-GO のように、スライドさせることでコントローラーが現れて、丸三角四角ボタン、十字キー、スライドパッドとメニューボタン、スタートセレクトボタンを使える、ゲーム機として遊ぶことができます。まさにスマホとゲーム機のハイブリッドとして開発されたもので、ワクワクするデザインですよね。スマホをゲーム機に寄せたのがこの Xperia Play、ゲーム機をスマホに寄せたのが PSP-GO って感じです。画面側にボタンがあるの？って思うかもしれませんが、この時代は戻るボタン、ホームボタン、メニューボタンがあるのはスタンダードでした。本端末はそれに加えて検索ボタンもあります。背面にはカメラと Xperia の文字、そして懐かしいソニーエリロゴが、ロゴは細胞を意味しているらしい。またソニーエリクソンはソニーとストックホルムのエリクソンによる合弁企業で、今ではソニー株式会社となっています。合弁解消される直前の端末です。上側面には LR ボタンとボリュームボタン、下側面にはイヤホンジャックとマイクロ USB。シェル自体は光沢感のあるプラスチックですが、さすがと言いますか、流線形の丸みを帯びたビジュアルがすごくかっこいいし、上下やボタンにアクセントとしてシルバーの鏡面プラスチックを採用していて、おかげで指紋はつくんですが非常にゴージャス。そしてビルドクオリティも高いので満足感。とても11年前の端末とは思えないさすがのクオリティです。100年後の人間に今のスマホとXperia Playを見せたら、こっちの方が最新の端末だと思うんじゃないでしょうか？わかりませんけど、左側面には電源ボタン、右側面には取り外しのきっかけみたいなのがあります。この頃はバッテリーカバーが容易に取り外せるようになっていたので、このようになっています。そんなに小さくて薄いと操作しにくいんじゃないかと思うかもしれませんが、手に持ってみると良い感じに手に馴染み、ボタンの位置もちょうど良くて結構使いやすいです。もちろん携帯性も高いし、総合的に見るとそこまで悪くない。十字キーと丸三角四角ボタンはクチクチとした、いわゆるドームスイッチによるボタンです。ボタンの薄さは PSP-GO とほぼ同じですが、こちらの方が若干硬め。タッチ式スライドパッドは思っていたよりは操作しやすく、いわゆる PC のタッチパッドのような感じではあるんですが、滑らせやすさがかなり快適で、アクションゲームでなければ結構使えそうです。LR ボタン奥側に倒れる仕組みになっていて、押し心地はタクトスイッチのカチカチとした感じです。画面は4インチ 854×480FWVGA なので結構満足感あります。PSP の解像度は 480×272 倍くらいの解像度なので、PSP-GO よりも鮮明ではっきりとした見え方です。中央比のおかげで GBA のような横長なゲームを遊ぶとなかなかしっくりときますが、そうでないゲームも無駄にベゼル広いなぁと感じることはありません。ちなみに私が購入したこの端末はタッチパネルが壊れて使用不可になっていて、最近のモデルであればマウス繋いだりしてなんとか使えるようになったりもしますがそれも不可能。なので修理パーツをアリークスプレスで購入して自分で分解して修理しました。結構大変だったのでおすすめはしません。これが最大の問題。古すぎて、もうアプリのダウンロードができません。なので初期搭載されているはずの、クラッシュバンディクーとかアスファルトレーシングとか遊べません。これは悲しいですね。しかも Google ログインできないので、プレイストア等の機能も使うことができません。困ったなぁと思いながら、アップデートしてなんとかできないかと思いました。
がアップデートもできません。少々げんなりしながら、思い切ってカスタムロムでも入れてみるか、と思いましたが、カスタムロムもそれはそれでめちゃくちゃ重くなるし、オーバークロックしてもメリットがあまりないみたいなので見て見ぬふりをしました。他の手段としては PS クスペリアっていう、初期搭載されているクラッシュバンディクートと同じように遊ぶことができるようになる、データ変換ソフトがあったので、試してみようとするもそれはそれで本体容量を食ってしまうのでおすすめできないとのこと。あと現在制作者が公開中止しちゃってるので、頑張ってアーカイブから探さなきゃいけないという、なので諦めました。Android 用のアプリでいいかなと、とりあえずルート化だけは行いました。ワンクリックで行えるツールがあったので、それを行い、少しでも容量を減らして軽くするためにやっておきます。なんかやっている途中でルート化必須だった頃のAndroidを思い出して、すごく懐かしくなりました。レトロゲームならまあ遊べるだろうと思い、野良アプリがたくさん配布されているプラットフォームの、アククピュアでインストール、しようと思ったんですが、最近のアプリで Android 2に対応しているものはほとんどありません。なのでダウンロードしてもインストール不可、インストールできても起動不可なものがほとんど。しかし、アククピュアは前のバージョンを押すことで、古いバージョンもダウンロード可能な上、対応している Android バージョンも表記されています。ありがてえと言いながら古いバージョンの、スンズ QX やミボイなどをインストール。こうしてやっと遊べるようになりました。大変。ということで、遊べるようになるまで一苦労なハードでした。というか、あまりにも古すぎますね。スマホにとって10年は大きすぎた。本体のビルドクオリティの高さ、チャレンジングなボタンなどロマンに溢れる端末ではありますが、発展途上な Android OS に対して実用性が伴っていないというか、この時代では早すぎたのではと感じてしまいました。今はゲーミング UMPC や Android ゲーム機戦国時代、今こそ新作を出す時ではないですか？ソニーさん、どうせなら、ゲーミング UMPC、Android でクラウドゲーミング専門コントローラー付きスマホ、でも良いので、出してみませんか？多分高くても売れますよ。まあ、とりあえずコンパクトなゲーム機欲しいな。っていうのであれば PSP-GO を買った方が良いです。